世界のジャパンチャンネルへようこそ。台湾で起こった最悪レベルの鉄道事故。事故車両が日本製だったことで、日本でも大きな話題となりましたが、事故原因とは別のあるミスが原因で、日本企業が訴えられる事態になっていたことをご存知でしょうか。今回は、日本車両が原因？台湾が日本企業に損害賠償請求に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。2018年に台湾で発生した鉄道脱線事故、台湾鉄道プユマ号脱線事故。親日国で日本人観光客も多く訪れる台湾で、スピードを出しすぎた車両が急カーブを曲がりきれずに脱線してしまい、乗客18名が死亡、215名が負傷したこの脱線事故は、2005年に日本で起きた福知山脱線事故を想起させる状況だったことに加え、事故を起こした車両が日本で製造された特急車両だったことで、日本でも大きな注目を集めました。この事故で話題になったことがもう一つ。それは、車両を販売した住友商事ら日本企業に対し、車両に欠陥があったとして、台湾鉄道が損害賠償を求めて提訴したことです。この車両はいわゆる振り子技術が用いられており、カーブに差し掛かった際に車体を内側に傾斜させ、遠心力を緩和して速度を向上させるシステムが採用されています。事故が起きた台湾東部の海岸路線は険しい山間部があるため、速度問題を解決するために日本の車両が導入されたという経緯があります。そんな日本の技術が詰まった車両の脱線事故。一体何が原因で、なぜ日本企業が提訴される事態になったのでしょうか。事故が発生したのは2018年10月21日、現地時間午後4時50分頃。午後2時50分に台湾北部にある新北市の秀林駅を発車し、台東駅へ向かっていたプユマ号は、事故前からトラブルが報告されていて、運転士は何度も列車の動力系統の異常を指令所に訴えていました。台湾メディアによると、運転士からのショートメッセージ連絡で、エンジン車動力切断、進行速度鈍化という報告や、事故直前の午後4時34分には、車両検査でも修理は不能、美蘭駅を15分遅れで出発、花蓮駅で車両組み替えを計画、との報告が残っていたそうです。事故車両に乗り合わせていた乗客からも、事故前から何度も急停車していたとの証言があったことから、何度も安全装置によって非常ブレーキがかかるトラブルが続いていたことが伺えます。この動力切断という状態は、単なる異常よりも深刻な状態を指します。だからこそ、運転士も異常が出るたびに指令所に伝えたのでしょう。しかし、車両点検でもトラブルが解消されないまま、美蘭駅を出発し、車両組み替えを予定していた花蓮駅に着く前に事故は起こってしまいました。美蘭駅から花蓮駅までは 100km も離れていましたが、交換できる予備車両が花蓮駅にしかなかったため、なんとか応急措置を施して走行したのですが、美蘭駅での車両交換手配や点検などに時間を取られ、予定発車時刻を約15分過ぎていました。この遅れを取り戻そうとしたのか、規定速度を超過するスピードで走行し、急カーブを曲がりきれずに脱線、横転してしまいました。通常制限速度が時速 65km の急カーブになんと時速 140km ものスピードで突入していたことが事故後の調査で明らかになっています。つまり、この事故の原因は超過スピードによる脱線で間違いないのです。ここで問題なのが、なぜそれほどの速度超過が生じたのかということ。通常鉄道車両には自動列車防護装置 ATP がついており、運転士が速度を上げて運転したとしても自動でブレーキがかかるようになっています。しかし事故当時、その ATP を運転士が手動で切ってしまっていました。これにより制限速度を超過したスピードが出せるようになり、このような悲惨な脱線事故が起こってしまったのです。この ATP に関して製造元である日本車両製造者が一部配線ミスがあったと発表。車両に搭載された ATP には
運転士が装置を切った場合、指令所に自動的に通報される機能がついているのですが、配線ミスにより正常に送信されなかったことが日本側の調査で判明したのです。日本側がミスを発表、謝罪したことにより、この ATP の不具合が事故につながったとして、台湾鉄道が住友商事などを相手取って裁判を起こしました。この一連の流れに対して、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。台湾鉄道は自分で起こした事故を他人のせいにするのか？住友は責任を取る立場じゃないと思う。18人もの犠牲者を出したのだから、しっかりと原因究明はしてほしいけど、追及するべき相手を間違えてはいけない。これは ATP を切ったから起こった事故で間違いないよ。日本車両のせいじゃない。以前から安全装置の故障が常態化していたっていう報道もあったし、走行スケジュールも過密すぎる問題があった。それらを棚上げして裁判を起こすなんて恥ずかしい行為だよ。台湾だけのせいにせず、車両に不備がなかったかきちんと調べるのは当然。何も問題なければ、そう発表すればいいだけのことでしょ？台湾と日本の友好のためにも責任を押し付けるのではなく、お互いの今後のために徹底的な原因追及をしてほしい。問題があったら素直に認めて謝る。一見簡単なようだけど、これができる国は日本くらいだろうね。以上が海外の人々の反応でした。当時、台湾メディアをはじめ、各メディアはこぞって、日本製車両の設計ミスが原因か、との報道をしていました。しかし、ATP の設計ミスは、事故の直接的な原因ではありません。日本の設計ミスとは、運転士が手動で切った場合に指令所へ送信されなかったことであり、これが原因で事故が起こったわけではありません。あくまで、事故の原因は ATP を切ったために起こったスピード超過です。しかも、運転士自らが ATP を切ったと証言しています。これは無線更新の記録上からも、運転士から午後4時46分に ATP がオフの状態で速度が改善したとの報告があったことが明らかになっているため、事故前に ATP が切られていたことを指令所も把握していたことは明白です。そのため、台湾鉄道が起こした裁判は、2021年に台湾地裁が、設計ミスは事故との因果関係は認めがたい、と原告の訴えを退け、住友商事側が勝訴。2020年に台湾当局の運輸安全調査委員会が発表した報告書でも、事故原因はブレーキ関連部品の故障や整備体制の不備だとし、車両を製造・納入した日本企業の責任を直接言及しませんでした。そもそも日本のシステムではブレーキ力が足りないのに制限速度以上で走れるような安全装置の外し方はできないようになっています。では、なぜプユマ号は走行できたのかというと、装置の中のソフトウェアは日本製ではなくヨーロッパ仕様だったから。日本ではATS や ATC と呼ばれるこの安全装置は海外では ATP と総称されていて、台湾鉄道が導入していたのはヨーロッパの鉄道信号規格ソフトウェア。ハードは日本製なのにソフトはヨーロッパ仕様という組み合わせをしてしまった結果、本来外せないはずの安全装置が外せてしまったのです。また、台湾鉄道では ATP 装置の故障が多発していたことから、運転士がオフにすることが多かったことや、遅延時には安全装置を切って運行するような無茶な走行が日常化していたことも分かっています。安全装置を切ったこと、また切れる状態になっていたことと、安全装置を切って走行することが当たり前だったこと、この2つによって引き起こされたスピード超過が原因であることに疑いの余地はありません。仮に日本の配線ミスがあったとしても、台湾での実地試験時に確認を怠った台湾鉄道の問題であり、ATP をオフにした場合にも高速運転可能だったことや、自動的に速度制限がかかる仕様なしで
長年運行していたことが追及されるべきです。このように車両の設計ミスは直接的な原因ではありませんでしたが、それでも日本車両は設計ミスが分かった時点でその事実を公表し謝罪。設計ミスが見つかった計36車両をすべて無償で修理を行いました。とても誠実さが現れた日本らしい対応と言えますが、この謝罪があったがゆえに責任を追及され裁判を起こされたのですから、設計ミスは認めても謝罪するべきではなかったとの意見も出ていました。日本人としては日本企業の誠実な対応に誇らしい気持ちもありますが、日本ならではのとりあえず謝罪は国際社会では不利になってしまう可能性も考えなければいけませんね。この事故の後、再発防止のために対策が強化されました。2019年には ATP が切られている状況で最高速度で運行できていたことに対して自動的に強制制御が可能なシステムが完成。2022年12月にプユマ号をはじめその他の車両にも搭載すると発表しました。台湾鉄道には今後もより徹底した安全管理が求められています。日本車両は自分たちに非はなかったことが分かっていながら設計ミスを公表したことはとても誠意ある行動だったように思います。このような日本企業の真摯な態度が誤解されずに世界に認められてほしいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。